どうもちゃんカリコでございます。ということで今日なんですけども、大人気シリーズお値打ちな魚を買ってお昼ご飯を作っていこうのコーナー、1000円シリーズですね。予算1000円でいかに美味しい魚をゲットして手間をたくさんかけて美味しい料理を作っていくというコーナーでございます。最近は時期ということでね、うなぎやってみたりタコやってみたりコチをやってみたり夏のお魚堪能しておりますけども、やっぱり値段が高いんですよね。でも実は知られてない雑魚なんだけど美味しい魚たくさんありますんで、今日はそういう掘り出し物を探して料理していきたいと思います。まずは変王寺のとこから行きましょうか。よし、到着しましたと。はい、いらっしゃい。お久しぶり。今日はね、1000円シリーズ出たな。1000円シリーズです。やっぱりね、値段出しはええもん食べれるじゃん。でも1000円でいかに豪華に作るかと。そういうことね。これはね、人気ですよ。今日は申し訳ないけど、うち魚ないんだ。なんか少ないよね、今日全体的にね。そう、うちは彼岸服とかそういうのしかないからな。彼岸服ね、安いよね。価値知っとる人からしたらね、この2匹1000円っていうのはすごい安いんですよ。すごい安いよね。たまにね、変王人とかね、トラフグも混ざるでね、それがね、これなんだよね。トラフグ1400円よ。安いだろう。いや、ありえないぐらい安いよ。こんなんこの大きさだけどテッサー2人前は引けますからね。1000円シリーズでさ、これ明太子ってことはねえよね。明太子終わっちゃうじゃん。明太子だけで明太子ご飯の上乗っけてよしじゃん。それでいいじゃん。でもうまそうな明太子。まあちょっとありがとう。ゆっくり見てみて。はい。でこういうね、1カゴいくらの魚がマジめちゃくちゃお買い得なんですよ。その代わり手間がかかるんですけど、うまい魚が本当に多いんで、ここ狙い時ですね。正代、これ白ムツですね。1カゴ300円。カレイとかこれ3枚入って300円ですからね。もう激安っすよね。でハマチのちっちゃいやつ、これも夏になるとねすごい上がりますよね。うわ、これいいな。この丸味ものすごいものいいな。1カゴ500円だって。最高であるな。大きい魚はこんな感じですね。まあタイとブリぐらいですね。お母さんのとこはカニが多いね、やっぱね。カニとお決まりのキュウリと、であとは貝のイケモンですね。今日はこの貝類はちょっとスルーということでね。で水槽はアワビと、でこれ紫ウニと青ナマコと黒ナマコかな。これやっぱこれもらおうかな。結局ここ行っちゃうわ。お母さん丸味ちょうだい。よし、とりあえずアジ500円で購入したので、もう500円あります。もう500円あるんで、もう1軒行ってみましょうか。よし、2軒目来ました。あと500円だからな。さあ到着しましたよと。安っ、250円だって。マナジ、これ安っ。何これ、バケツ1杯1100円。売り方がすごいおしゃれですよね。でここですよ。やば、小鯛280円、バンガレー200円、小アジ180円だって。小イカ380円、白ギス360円、赤シャエビ550円、石餅300円の下火鍋250円。これ安っ。これ何、しかもこれ100円100円だって。これいいな。これ買おうかな。大きい魚シリーズ、干物にしたらめっちゃうまいやつだこれ。天須1匹これ120円なんですね。じゃあこの天須2枚と皿盛りの魚もらいましょうか。天須を2枚ください。はい。よし、天須ゲット。大将これください。これ100円なんですか。これ100円100円。タチウオと。タチとメゴチではこれください。い。了解。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。よし、買った。あと100円ぐらい余ってるけど、あと100円はまさかこのシリーズでジュースが買えるとはな。でも100円しか残りがないんで、水。よし、帰ろう。よいしょ。ただいまということで本日の食材がこちら。いろんな魚たちっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら。天須、タチウオ、丸アジ、メゴチ。こんなたくさん買って1000円切りましたからね。しかもどれも今が時期の美味しいお魚です。鮮度的な話をすると一番バリバリなのはこの天須。これ今朝上がったやつだな。でタチウオ、アジ、メゴチは普通に鮮度はいいんですけど、ちょっとお刺身では心もとないかなっていう鮮度感なので、今日はこちらの買ってきたお魚を使ってフライ盛りを作っていきたいと思います。この1000円のお魚がどれだけの量のフライになるのか楽しみですね。さあそしたらさばいていきましょう。今日は量が多いのでね、サクサクサクっといきますよ。そしたらまずアジの鱗、
頭取りをやっていきましょう。で、今日のアジがこれ丸アジというアジです。で、この丸アジは普通のマアジに比べて鱗がとても強いです。で、鮮度が良ければいいほど鱗がびっちりついてます。ほんで、この丸アジの鱗、口の中に入るとかなり気になりますんで、しっかりと鱗を落とす必要があります。水をちょい流ししながらカリ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 と背中、お腹もうびっちりついてますんでね、もう念入りに取ってください。はい。で、ある程度鱗かきで取れましたら、包丁の刃の方でこうやって仕上げ、ここまでやると完璧ですね。特にこの背中のライン、お腹のラインですね、ここ見落としがちなのでしっかりやりましょうね。はい。で、鱗が落ちましたら頭をザクッと落として内臓を取ります。今日は背開きでいきますんで腹は割りません。そうだ、忘れてた。で、アジはここにゼイゴっていうトゲトゲがついてますんで、このゼイゴも取りましょう。包丁でこうやってこそげ取るイメージですね。こんな感じ。これで仕込みの完成。もう一度いきます。鱗を落として、で、どうしても鱗かきだけだとちょっとムラができてしまいますので、包丁で仕上げ、お腹のここも尻尾のここもで頭を落としてお腹を押して内臓をかき出すと。で、ゼイゴはね、慣れるとこの下からこうやって取った方がこう取りやすいですね。上からじゃなくて下からギコギコギコ、こんな感じ。はい。そしたら開いていきましょう。背開きは背中の方から入れて、お腹ギリギリで刃先を止めて、ここの腹骨を断ち切ります。で、開きます。こうですね。開いたらこの段階で卵とか白子が残ってたら取っちゃいましょう。身も綺麗ですね。そしたら反対側向けて、反対側も背中の方から1本入れて骨を断ち切ると。こうですね。腹骨を落としたらその角度のまま包丁の先でビビビビビッといって尻尾を切り落とすって感じですね。そして裏向けて腹骨がありますんで腹骨をついていくと。キスの背開きと一緒みたいな感じですね。こんな感じで、アジはね、ここら辺にすごい尖ったトゲがあるんですよ。2本。これはピンセットで抜いちゃいましょう。ピッと。これね。これでアジの背開きの完成。はい。このように開き終わりましたら、お水に氷、そしてお塩で、そこにアジをくぐらせます。塩水できれいに洗ってあげて、汚れとぬめりと臭みを落としていきます。で、30秒ぐらい洗ったらぬるぬるっとしてきますんで、ぬるぬるになったら OK。はい。これでアジのフライ用の開きの完成。12枚も入ってました。これ500円ですからね。手間をかければお買い得。お次はこれ、テンスちゃん。この魚はね、本当に知る人ぞ知る魚で、一見カラフルで美味しそうには見えないんですけど、これ実はめちゃくちゃうまいんですよ。ふわふわで脂があって最高です。で、この魚は鱗ついたまま揚げるのが本当にうまい。こいつはフライじゃなくて、素揚げにしようかな。鱗付きのパリパリ素揚げ。で、鱗付きで調理する場合は、この表面のぬめりを落とします。鱗を取らないようにぬめりを落としていく。尻尾から頭の方に撫でてしまうと鱗取れちゃうんで、頭から尻尾で、この魚ね、牙が結構鋭いんですよね。なんで気をつけてください。しかも出てるんですよ、牙が。わかります？これ牙がね、出っ歯でこう出ちゃってるんですよね。歯は気をつけてくださいね。はい。そしたら鱗ついたまま頭を落とすと。で、内臓を取って、これは3枚におろさない方がいいな。背びれだけ落として、ここに背びれだけ V の字を入れて、背びれだけ取っちゃいます。こうやって。で、このまま素揚げにして、背中の方からガブッといただきましょう。はい。じゃあお次は100円セットですね。これで100円ですからね。で、これなんでこんなに安いかというと、腐りかけとかそういうわけではないんですよね。こういう小さい規格外のものだとか、あ
とまとまって取れなかった魚、そういうのの寄せ集めがたまに安く売ってるんですよね。今日は安すぎますけどね、100円っていうのは。そういう魚を雑魚とか、あと色物とか言うんですけど、それ狙い目ですね。じゃあメゴチからいきますね。これもキス釣りの下道でよく釣れますよね。で、いろんなさばき方あるんですけど、僕は皮を取ってしまうやり方でいつも開いてます。まずここ、尻尾の方の背びれから、こうやって背びれを落としていきます。はい。で、ここら辺まで来たら頭をツンと落とします。で、この時に完全にお腹を落とさない。お腹の皮1枚残しておいてください。で、反転させたら包丁で押さえて、ビビビビビビビッと。ちょっと失敗しちゃった。うまくいくとね、綺麗に皮が剥けるんですけどね。で、皮ついたままでもいいんですけど、皮に独特な匂いがあるんですよね。なんで気になる人はこうやって皮剥いじゃうといいと思いますよ。はい、こんな感じで剥き身になりましたら、松葉おろしにしていきます。こうですね。中骨を取っちゃう。こうやって二股になりました。これで骨が入ってない状態になりました。もう一回いきますよ。背びれを落として、で、メゴチはね、この頭に2本ギザギザのトゲがあるんですけど、これがものすごい鋭い。鋭い上に返しがついてて、手に刺さるとなかなか抜けないんですよね。めちゃくちゃ危ないんで、さばくとき気をつけてください。これうまくいきましたね。では最後ですね、タチウオいきましょうか。まずタチウオは頭を落とします。このぐらいのサイズだったらね、秋口に釣れるんですよね。そしたらお腹を割って、このぐらいのサイズは大名下ろしていきましょうか。はい、片身取れました。身は綺麗ですね。十分十分。このタチウオの大名下ろしも結構コツがいるんですよね。はい、こんな感じですね。そしたら腹骨をすいちゃいます。はい、これであとは塩水処理して、タチウオの仕込みの完成。で、このままフライはさすがにサイズ大きいので、3等分ぐらいに切りましょうか。このぐらいに。はい、ではこのように開き終わりました。さて、そしたら下味をつけていきましょうか。まな板に、まず塩コショウを振ります。さささささささと。できるだけ均等に。そしたらその上に開いた魚を乗せていきます。重ならないように魚を置いていくと。そしたらその上からまた塩コショウをかけていきます。こうすることで効率よく塩コショウが振れますんでね。で、同じようにタチウオにも下味をつけていきます。さあ、下味がつきました。天酢は素揚げなので下味つけません。そしたらバッター液を作っていきます。バッター液とは何かと言いますと、小麦粉と卵を一緒に混ぜて液にすることによって、小麦粉と卵漬けを一緒にすることができるんですよ。なので工程が一つ楽になります。卵を今日は魚の量が多いんで4つぐらい落として、で、そこに小麦粉ですね。卵1個に対して大さじ3から4ですね。本当にざっくりでいいと思います。で、卵と小麦粉だけだとちょっと強いので、そこにね、水とか牛乳をちょっと入れてあげると、よりまろやかになりますよ。それで混ぜていくと。ちょっとこれだと硬いです。硬いなと思ったら牛乳を少し入れましょう。いい感じいい感じ。このぐらいのとろみです。そしたら下味をつけた魚にバッター液をつけて、でパン粉につけると、こんな感じですね。これをどんどんつけていきましょうか。では素揚げから作っていきましょうか。次、タチウオの骨。一回上に上げて、冷まして、で、二度揚げ。
いい感じに焦げ目がついてきた。そしたらお次はフライ。ぷかぷか浮いてきて気泡が大きくなってきたら OK ですね。余熱で熱も入ってきますんでね、そんなにがっつり揚げなくても大丈夫かなと思いますよ。さあどんどんいきましょう。次タチウオもいきましょう。メゴチも揚げていきます。そしたら揚げてる間に盛り付け用のお皿にキャベツをドカンと乗せます。キャベツの山を作りましょう。ここによし。そしたら揚げたてをこういう風に盛り付けていきましょう。うわー、おしゃれおしゃれ。いいねいいね。こっちの面はいいけど、こっちがねちょっと剥げちゃってるんで、この後ろにタチウオいきましょう。うまいこと積み上げていくと。よし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 。こうね、タチウオは無造作に積み上げていく。でメゴチも乗せていくと。このメゴチのフライがマジでうまい。レモン、プチトマトで赤みもつけていきましょうか。フレッシュな緑色も欲しいので貝割れも添えましょう。であとこの素揚げ系ですね。どうしよう、ここぶっ刺すか。よし、ここ刺して、お、いいねいいねいいね。タチウオの骨線、天巣の素揚げを乗せましょう。もうてんこ盛りだな。ちょっと天巣は別皿にしましょうか。はい、これで1000円フライの完成。よっしゃ。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。どうですか、これで1000円ですよ。野菜とかは冷蔵庫にありましたんで、実質0円ということで、いつも通りやらせていただきます。とんかつソース。じゃあまずはこのタチウオの骨せんべいからいきましょうか。カリッカリですよ、カリッカリ。いきます。あ、うまい。うわー、これは最高のつまみですわ。結構な量あるんですよ。ぜひね、皆さんやってみてください、これ。おいしい。このぐらいのタチウオじゃないと、ちょっと難しいかもしれない。ではでは、本命いきましょう。アジフライ。僕の手のひらよりちょっと小さいぐらいですからね。僕手のひら大きいので小さく見えますけど、これもね、でかいですよ。いただきます。うんまっ。自分で作っといて言うのはあれだけど、フライ揚げるのうまいね。YouTube 始める前は俺こんなに上手にフライ揚げれんかったもんな。これ1枚50円切りますからね。じゃあ次これいきましょう。天巣。これがね、うまいんすよね。いただきます。うわ、うまい。ふわっふわな身質で、淡白なんですけど、どこか奥底に上品な旨味があるんですよね。このお魚も1尾120円ですからね。激安。次、タチウオいきましょう。すいません、手でいきますわ。手の方が早い。いただきます。うめえ。小さいのに油あるな。次、メゴチ。うまい。メゴチは王道だな。癖がなくとても美味しいです。でも個人的にはやっぱアジのうまさ、これダントツですね。アジフライマジでうまい。一番うまい。本当にいい買い物した。はい、ということで今日はこちらの山盛りフライときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん。銀色のやつ。銀色も朝日さんからもらったやつが冷蔵庫にたくさんありましたんで、これも実質0円なんだわ。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。うめえ。フライとビールは、そりゃうまいよ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は予算1000円でお魚を買って、手間をかけてご飯作ってみましたけども、手間をかければ1000円であんなんできちゃうんですよね。で、特に夏はああいう小魚がいっぱい取れる時期なので狙い時なんですよ。
で、魚ってフライにするとパン粉でかさ増しもできるし、大抵の魚うまくなるんですよね。ぜひ皆さんもお値打ちな魚のフライ定食作ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。これ後取りなんですよ。エンディング撮るの忘れること結構あってね。はい、裏話。